こんばんは。最近セカンド冷凍庫を購入して生活がめちゃくちゃ変わったので、それについて話していけたらなと思います。以前のサブチャンネルでセカンド冷凍庫について触れた時に、コメントでその冷凍庫について気になりますっていう方からのコメントもいくつかあったので、もしかしたら気になってる方もいるのかなって思って今回話してみることにしました。私たちの生活スタイルについて話すと、もともと私とおいちゃんの2人暮らしで、先月から本格的に私の弟と3人暮らしが始まりました。でも冷凍庫は3人暮らしになったから買おうってなったんじゃなくて、2人暮らしの時から冷蔵庫は大きくしたいねっていう話はしていて、私がもともと1人暮らしだったのもあって、1人では十分に使えるサイズの冷蔵庫だったんだけど、欲を言えばもうちょっと冷凍庫が大きめのものを選んでおけばよかったなっていうのはずっと思っていました。買い出しの頻度的には週に1回。買い出しの頻度。買い出しの頻度、もう一回言って。買い出しの頻度。買い出しの頻度的にもう一回言って。買い出しの頻度。言ってみる。買い出しの頻度としては、買い出しの頻度としては週に1回ババってたくさん買って、金額で言うと5000円から1万円の間ぐらいかな。でまとめて買って、数日経って足りなくなったものをちょこちょこ買いに行くっていう買い出しスタイルです。月に1回か2ヶ月に1回コストコでたくさん買い物をすることも多いです。作り置きはそこまでしてなくて、余裕がある時にちょっと多めに作ってそれを冷凍するっていうのもあったんだけど、ここ最近はその日の夜ご飯はその日のうちで作っておいて、作りすぎたなっていう時は翌日の朝に食べたりするっていうのが最近は多いですね。冷凍庫がすぐパンパンになっちゃうから、それが日々のプチストレスでした。買う冷蔵庫は決めてて、一応家に入るかっていうのもね、事前に見てもらったんだけど、その業者の方にこの階段だと冷蔵庫は入りませんっていう風に言われて、大きめの冷蔵庫は泣く泣く諦めました。そこでセカンド冷凍庫っていう候補も入ってきて、で購入したのがアイリスオーヤマの冷凍庫です。商品名がスキマックススリム冷凍庫っていう名前で、その名の通りキッチンのちょっとした隙間に入り込みやすいっていう冷凍庫なんですよ。だから私の家のキッチンは全然広くなくてちょっと狭めなんだけど、それでもいろいろ配置を変えたら冷凍庫が入るっていうので、もう即決しました。私が買ったのは80リットルタイプで、自動霜降りの機能は絶対欲しかったので、これも買う決め手になりました。私は全部で5段入るもの、引き出しが4つついていて、その上にも食材が置けるタイプのものを購入してます。楽天で買って39,800円でした。届いてすぐ入れたのが冷凍ご飯ですね。おいちゃんもめっちゃ食べるし、私の弟もご飯はすっごい食べるので冷凍ご飯を入れて、あとはバターとかクリームチーズとかみじん切りにしたニンニクとかも全部ラップで包んで冷凍しています。その次の2段目は冷凍野菜を入れてます。ブロッコリーはいろんな料理に使うから、それを塩茹でしてでジップロックに入れて冷凍してます。あと私よくお味噌汁も作るので、お味噌汁の具材も冷凍してるんですよ。きのこ類とか大根とか、あとは油揚げとかね、そういうのも冷凍して、お味噌汁を作るってなった時に具材がないっていうことがなくなったので、それは本当にね便利になりました。でその次の段には冷凍ご飯を入れていて、冷凍ご飯プラスおにぎり、メインチャンネルでもよくおにぎり作ってる映像流れてくると思うんだけど、いろんな味のおにぎりを冷凍しています。でみんなちょっと小腹が空いたなって思ったら、そこから小さめのおにぎりを取り出して各自レンジでチンして食べています。でその次の段がお肉類を入れていて、鶏肉とか胸肉ですね。他の鶏肉胸肉以外のお肉類、鮭とか豚肉、ひき肉、牛肉はもともとあった冷蔵庫の冷凍庫に入れています。あとは鮭とかも冷凍すると便利なので、この前コストコで鮭を初めて買って、その鮭も冷凍庫にいくつか入っている状態です。
この時期冷凍鮭があると炊き込みご飯にしてもめっちゃ美味しいし、あとはお肉料理が続いた時にたまにお魚食べたいなっていう時にも鮭が冷凍庫にあるとすぐ焼いて食べられるので、また今の鮭がなくなったら買って冷凍保存しておく予定です。で、冷凍庫の一番下には粉物を入れていて、小麦粉とかあと米粉とか強力粉を入れてます。粉類って冷蔵保存を基本してたんだけど、冷凍庫が増えたから、ここに入れられるじゃんって思って入れて使ってます。全然固まることもないからね、安心して使えます。よく買うってわけじゃないんだけど、アイスクリームも箱買いできるようになりました。前までは冷凍庫がいっぱいだからアイスを買うってなったらもうすぐに食べられるサイズの大きいのも1個とか1回分のアイスクリームを買ってもうすぐ食べるっていうことが多かったんだけど、最近は美味しそうな箱に入っているアイスがあったら買おうってできるから、ここは変わったなって思います。大きめのアイスが買いやすくなったっていうことかな。食パンとかも賞味期限内に食べられそうにない食パンとかは冷凍庫に入れておけば食べたい時に食べられるし、もう本当に買ってよかったって毎日思ってます。冷凍庫の使い方を今話したけど、使って分かったメリットを紹介します。まず今の冷凍庫に入っているものからも分かるように、1回の買い出しで買った食材の保存期間が伸びるから、その分買い出しの頻度も減りました。週に1回まとめて買い出しする日があるんだけど、それ以外のちょこちょこ買いが減ったかなって思います。あとは食費の節約にもつながっていると思ってて、買い出しの頻度が多ければ多いほど別の余計なものを買っちゃったりしがちなんだけど、コストコで一気にドドンと買ったら、それ以外の週はお肉とか近所のスーパーであまり買わなくなるので、それもメリットかなって思ってます。あとは冷凍部分じゃなくて冷蔵の部分がすっきりしやすくなりました。今まで冷凍庫に入れられなかった野菜とかは冷蔵庫でパンパンになってたんだけど、それも分散できるようになって、食材が見えやすくなった分お料理の献立も考えやすくなったと思ってます。あとは私の精神的な安心感がすごいです。家に食材があるっていうのがすごく心の安心感にもつながりますね。今日何作ろうってなっても、冷凍庫にあれあったからすぐレンジで解凍して味付けすれば夜ご飯になるなとか、そういうのができるようになったから、忙しくて買い出しに行けない時でも冷凍庫があるじゃんっていう考えになって気持ち的にも楽になりました。メリットはもっと考えたらいっぱい出てくると思うんだけど、逆にデメリット、気になるポイントをお伝えすると、設置のスペースが必要っていうことで、私が買ったアイリスオーヤマのスキマックスっていう冷凍庫が横幅が 35.6 センチで本当に小スペースで設置できるんだけど、この冷凍庫を置くことで今までゴミ箱もちゃんと壁に沿って収納できてたのが、それはね別の場所に置かないと冷凍庫が置けないってなったから、それは仕方ないことだとしても、キッチンは前よりは狭く感じちゃいますね。あとは冷凍庫を使っている分電気代が少しだけ上がったような気がします。でも毎月の電気代って冷蔵庫にいくらとかエアコン代にいくらとかそういう詳細がないから、冷凍庫で値段が上がってるのかわかんないんだけど、その冷凍庫を設置する前と設置した月でプラス2000円ぐらいかな、上がってました。でもその時期に暖房もつけ始めてたから、暖房をつけたりちょっと暑い日は冷房もつけてたから、もしかしたらそのせいかもしれないけど、でも電気代がもうめちゃくちゃ高いっていう風にはなってなかったから、でもやっぱり冷凍庫を設置してる分ちょっとは上がってるなって思うから、そこは仕方ないなって思いながら払ってます。この冷凍庫が5段階の冷たさで選べて、5段階プラス急速冷凍っていうモードがあるんだけど、私はいつもモード1のモードにしてるんですよ。一番低めのモードなんだけど、それでも全然冷えてくれるから、その設定を1にすることによって若干電気代高いかなって思うくらいになってるのかなって感じてます。あとは冷凍庫がたっぷり入る分
入れすぎ問題がこれから発生するかなっては考えていて、今のところね冷凍庫の中身をちゃんと整理できてるから大丈夫なんだけど、これからもっと買い出しするようになったりして食材をうまく使えなくなる可能性もあるけど、できるだけねそれは防ぎたいので、ちゃんと冷凍庫の中も見ながら定期的にお掃除して、入れすぎ問題とか何をどこに入れたかわからなくなるっていうのはないように管理していきたいと思っています。セカンド冷凍庫はどんな方におすすめかなっていうのを考えたんだけど、作り置きをする人はもちろん、作り置きはしなくても野菜を冷凍しておきたいとか、買った食材を冷凍庫に入れておきたいなっていう方はめっちゃおすすめです。あとはコストコとか1回の買い出しでたくさん食材を買う方にもおすすめです。あとはふるさと納税で冷凍の食べ物をよく注文するっていう方もおすすめです。家族によく食べる人がいるっていう方にもおすすめです。ちょっと小腹が空いた時に冷凍庫に何か入ってるとそれを食べてもらえるから、それも買ってよかった点ですね。こんな感じで冷凍庫に入っているものとメリットデメリットをお話ししてみました。購入を考えている方の参考になると嬉しいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。